木やから見てください、これ。草丈90センチまでですよ。はい、皆さんこんにちは。釣り屋の農夫の徳本です。今日はですね、このハイクリブームで、水筒のですね、中高期除草剤のね、散布の様子とですね、あとはこの水筒中高期除草剤のね、僕が感じている矛盾点っていうのを、ね、少しお話しさせていただければと思います。はい。で、このハイクリブームは、丸山製作所のこの BSA500 というモデルですね。で、この500って書いてある通り、この赤い、この、何ですか、このでっかい容器がそのままタンクになってまして、ここに500リッターの、容量が入るという形になっています。で、この左右についてるアームがですね、作業時にはこうグイーンと両側に開いて、で全幅で約10メートルですね。なので10メートルの幅で同時に、薬剤や追肥作業を散布することができるという形になっています。で、これがですね、速度連動散布装置といってですね、実際のこのハイクリブームの車速と連動して散布量を自動的にコントロールする装置となっています。なので、例えば10アルあたり100リットル巻きたいよということで、ここに設定して、作業を始めるとですね、この速度に応じて実際にこう圧力が変わるという形で、非常にね、便利な、機能がついています。はい、除草剤をね、散布する田んぼに着きました。で、これ、皆さんご覧ください。ここはですね、このコウキヤガラっていうですね、非常に厄介な雑草がもう異常なほど、繁殖してしまっている田んぼです。で、ここはもともとですね、この地元の有機農家さんが、長年ここで有機栽培で水筒されてたんですが、もうこのコウキヤガラがもう増えすぎて、もう手に負えないから、徳本君もここどうにかしてくれということで、今年から、預からさせていただいている田んぼです。で、こいつね、このコウキヤガラってあれなんですよ、その種子じゃなくて、この地下茎でどんどん仲間を増やしていく、非常に厄介な奴らで、もうこの辺すごいですね、もう稲がもう隠れるぐらい、コウキヤガラ出ていて、もうこのままでは本当に稲の生育が確実に阻害されるという状況です。なので、もうこのタイミングでしっかりとですね、除草剤を効かせないと、もう手遅れになるっていうぐらいのもうタイミングが来てます。はい。でですね、この田んぼ、これから除草剤撒くんですけど、田植えの後に初期剤もしっかり散布したんですね。ただ、やっぱりどうしても水持ちが悪くて、特にこの水口側が、このようにコウキヤからドカーンと出てしまっていると。で、今回中高期材で覆うっていうことなんですが、よくね、中高期材の流剤って、その正し書きのところに、深水でね、5日間は淡水状態のまま水を落とさないでくださいって書いてあるんですけど、そもそもそんなに水持ちのいい田んぼだったらもう食材で効いてるんで、中高期材は水持ちが基本やっぱり悪いとか不安定な田んぼが多いわけですよね。だからなかなかそういったその水持ちのいい前提で中古機材を振るっていうのは、なかなか結構ね、リスキーだなと思っていて。で、僕らは、なんでそういう観点から、液剤の中古機材を使うパターンが多いです。で、液剤の中古機材っていうのは、
基本的には軽用散布。要はですね、落水した状態で草に直接噴霧されてもいいし、淡水の状態でそこから根に吸わしてもいいし。つまりどんな田んぼが条件であっても、しっかりと除草効果を、なんですかね、出すことができるということで、基本的には中合木材は我々は液剤でやってるという感じですね。で、結構一般的に有名なのはクリンチャーバスっていうのがあると思うんですけど、我々今年からですね、このアレール SC っていうですね、この日産化学さんがね、これ去年だったと思うんですよ、発売開始したのが。で結構新しい除草剤で、これすごいですよ、裏書き見るとですね、これね、伸び絵も5容器までいけるのはもちろんなんだけど、この黒具合とか後期やがらとかね、こういうなんていうかな、地下茎で伸びるやつめっちゃ強くて、これね、重高とか黒具合でだいたい70センチまで。しかもこの後期やがら見てくださいよ、これ。草丈90センチまでですよ。見えますこれ。草丈90センチまでのこう処理ができる後期材ってなかなかないと。しかも液剤だから、落水田でもいいし、淡水田でも効果があるということで、非常にですね、実用性があるなと思っていて、今回はこいつを使って、このハイクリブームで散布したいと思ってます。このアレール SC について補足しておくとですね、アメリカセンダングサっていう今鳥取の東部では結構増えてきている草があって、これがやっぱりどうしても水持ちの悪い田んぼにはかなり繁殖することが多かったんですけど、今まで水筒除草剤でこのアメリカセンダングサにバチッと効く除草剤はなかったんですが、このアレール SC っていうのはしっかり、効果があるということで、そのあたりも期待しています。僕らのようなね、まだ30ヘクタールぐらいの生産規模で、比較的小規模な水筒農家が、なんでこのハイクリブーム持ってんだっていう、ね、思われた方もいるかもしれないですが、もともと我々は露地野菜をね、大規模に生産していたので、このハイクリブームっていうのは必須で、実際防除であったりとかですね、菌体とか液肥を散布したりとかっていうので、もうほぼ毎日のようにこれは活用してました。で、今回は水筒のですね、場面でもこのように使えるので、そのまま有効に活用していこうという感じです。で、このあれなんですよね、ハイクリブーム、500リッター10メーターの散布板なんですけど、どっちかといえば小型なハイクリブームで、本当の大型農家さんになると大体650リッターとかね、タンクで16メーターぐらいの幅で散布できるっていうですね、ものを使われている方が多いですね。だからね、やっぱ幅が広くなればなるほど、実際どこを巻いたか分かんなくなるので、大体そのクラスになると GPS とモニターと連動して、その散布が被らないようにですね、GPS で画面を確認しながら正確に巻くっていう形が、今はかなり普及していると思います。はい、今ですね、このハイクリブームで、中古除草剤の散布が終わりました。で、約これ3単の田んぼなんですが、作業時間は約15分で作業することができて、約300リッターのね、散布を今実施したところです。結構、やっぱり10メーターで一遍できるので非常に作業性は高いなと思います。あとね、これハイクリブームでやると、見ての通り、これちょうどね、溝が切れるんですよね。なんで、溝切り作業も兼用できるというね、一石二鳥ということがあります。で、多少ちょっと株はなぎ倒すんだけど、後からまた戻ってきますし、多少は。多少はもうしょうがないかなという感じですね。で、うちは、この田んぼのように全面に、散布するときはこのハイクリブームで、一旦未満のね、田んぼとかスポットで巻くときは、鉄砲ノーズですね、銅粉で、で、京阪からバーッと巻くという形で使い分けています。はい。で、このアレール SC が実際にこの後期茜効いたかどうかっていうのは大体2、3週間後に分かってきますんで、またその模様は皆さんにしっかりとレポートしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。